日本と違ってびっくりしたことなんですけど、結構いっぱいあって4つぐらいあって、まずですね、なんせ家が広いですね、ドイツは。私は東京に長く住んでたので、東京と比べるとっていう話なんですけど、日本の。いや東京はほんと狭い土地にたくさんの人が住んでいるので、もう家も狭いんですよ。その人の一つの空間ももちろん狭いし、そのお隣さんとのプライベートスペースみたいなのもやっぱりすごく狭いですね。日本の感覚で家探しをすると、2人暮らしだったらだいたい 1LDK から 2LDK ぐらいですよね。ってなると、40平米から55ぐらいじゃないですか、広くても。だいたいそれぐらいで探す方、東京とかだとね、そういうそれぐらいで2人で過ごす、あとは小さいお子さん、赤ちゃんとかで家族で住んでるっていう方もいらっしゃると思うんですよ。なんですけど、その感じの感覚でドイツで家探しをしていたら、45平米とか50平米のお家だと、これは一人暮らし用なので2人は入居できませんとか、あとはその2人にしては狭いと思うからやめた方がいいよとか、向こうから断られることがありました。そうなんで狭いのっていう感じでしたね。日本の感覚とはちょっと違うのかなって。こっちの人は2人で多分60平米とか、70とか住んでるのかもしれないですね。おうちライフをすごい楽しめるですよね、多分ね、すごいねかなと思います。2つ目なんですけど、家主と直接やり取りができる物件があります。物件によるんですが、不動産屋さんが仲介して物件情報を出してるところもあれば、大家さんが直接出してるところも、掲載してるところもあるんですよ。割合的にはちょっとどれぐらいなのかわからないけど、私が探してた限りは半々ぐらいありましたね、当時デュッセルドルフで。なんで大家さんが直接出す物件のメリットとしては、不動産屋さんへ払う仲介手数料っていうのがまずかからないので、無駄なお金を払う必要がないんですよね。で、日本だとこれほぼほぼできないじゃないですか。日本って絶対もうほぼ不動産屋さんが間に入りますよね。管理も大変ですからね。その内見する人に連絡取ってアポ取って毎回自分たちがいてっていうのは結構大変な手間だと思うので、そういうところをね、不動産屋さんにお任せしてるっていう大家さんも結構多いと思う。日本だったらそれが一般的だと思うんですけど、大家さんが直接内見に来た時ってって言ってびっくりしました。私たちが最後に契約したところも大家さんが直接出してる物件だったんですよね。なので契約の賃貸契約する時は大家さんのお家に2人で行ってサインいろいろ質問させてもらって、その場でサインして帰ったっていうのがあったので、すごいびっくり。大家さん家になんて行ったことないし、大家さんと顔合わせることもないですよね、日本だったらね。どんな人か知らないっていうとこ多いと思うんですよ。だからすごいびっくりしましたで、私たちが見つけたところは本当にラッキーで、というか本当に良い方だったんですよ、その大家の方が。なんでもうちょっと私たちがね、ドイツ語喋れないので英語でお願いしたいんですけどって言ったら、私たちもそんなに英語得意じゃないけど頑張るわって言って、その契約の時も娘にも来てもらったわって言って、あなたたちが何か質問があったら娘がもしかして英語サポートしてくれるかもしれないみたいな、すごい言ってくれて、すごい優しかったです。そう、いい人たちでした。なりにもちろんその直接やり取りする上でのデメリットもあると思ってて、やっぱそのトラブルになった時ですよね。その自分で
大家さんと交渉したりだとかっていうのをやらなきゃいけない。だからまず事前にその契約の時点でちゃんと自分がどこまで自分が例えばなんか壊れた時に自分がどこまで直さなきゃいけなくて、あとは大家さんがやってくれるとかっていうのはちゃんと自分でこうやんなきゃいけないっていうところは日本より厳しいかなと思いますね。でこっちだと一般的に結構個別賠償責任保険、個人賠償責任保険、それとあと家財保険ですかねに入るのが一般的で、何かあった時はその保険でお金を払うっていうのが、結構一般的らしいんですよね。3つ目、ドイツには基本キッチンがありません。なんで賃貸物件にキッチンがついておりません。なんかドイツってすっごい合理的な国じゃないですか。無駄を省くみたいな、イメージですけどね。キッチンついてないんですよ。これは合理的ではないですよね絶対あった方がいいですよね、キッチン。だから内見するとき、基本キッチンがついてない状態なので、借りる人がキッチンを買って設置をするっていうのが一般的みたいなんです。でも賃貸って引っ越すことあるじゃないですか。で引っ越し先で間取りが違って、例えば今 L 字のねキッチン使ってるけど、向こう行ったら I 字になるとか全然あると思うんですよ。でそういう時は前の住んでる人がもうキッチンいらないから次入る人にいくらいくらでお譲りしますよみたいな交渉とかはできるみたいですね。あとはキッチンがついてるっていうところも稀にあって、そこは家賃にちょっとプラスでキッチンのあれが入ってたので、ちょっとだけ家賃相場より高くなってるっていう感じかなでしたね。そうこれめちゃくちゃ謎じゃないですか。しかもなんて言うんだろうな、こっちのキッチンってシステムキッチンみたいな感じなんですよ。換気扇があってIH コンロとかガスコンロがついていて、その下に棚なんかいろいろしまえる棚がついてて、あとは調理場っていうかまな板を置けるようなスペースあって、あとシンクですね。で下に食洗機がついてるようなキッチンなので結構大きいですよね。これめちゃくちゃ引っ越しする時大変だと思うんですけど、みんなどうしてるんだろう本当に。しかもそんなに取ったり外したりしていいのかなキッチンって何度もそんな外していいんですかねっていう私は謎がいっぱいでした、これに関しては。はい。で4つ目、そうですね、内見の時に前の住人の方がお家の案内をしてくださったりとか、あとは家具とか家電キッチンを譲ってくれることがあるっていうことですね。自分これから入ろうとしてる借り主と、退去する予定の借り主が交渉でなんていうんですか、やり取りすることがあるってこと。これがでも日本ではないじゃないですか。どういう人が住んでるかとかってわからないですよね。だから顔を合わせるっていうのがすごくなんていうの、びっくりしました最初。もしかしたらこれはデュッセルドルフだけなのかもしれないですね。ですけど住人がまだ住んでいる状態で内見が可能でこんにちはって言ってよろしくお願いしますみたいな握手して中見せてもらったりとかっていうのがあるので、こういうことってないですよね、あんまりね、日本だと。面白いなと思って。これは余談情報なんですけど、ドイツの契約書にですね、いっぱいいろいろ細かく結構書いてあって、それがすごい面白かったんですよ。ちょっとそれ持ってきますね、契約書。ちょっとね、うちはこういう契約書をもらいました。ちょっとね、表面に名前とかが全部書いてあるのでちょっとお見せできないんですけど、こんな感じの契約書、こういうのがあって、
こにまあ名前と契約者の名前とか、あと何がどうついてるかとかっていうのがバーって書いてあって、ドイツってなんか静かにしなきゃいけない時間みたいなのが決まってますよね。でただその何時から何時っていうのは多分自治体によってちょっとルールが違うと思うんですけど、そのこととかもこの契約書の中に書いてありました。騒音を出してはいけない時間帯は何時から何時ですとか、あとはお庭でバーベキューをやってはいけませんとかなんかそういうなんていうんだろう、結構細かいことも書いてありましたね。まあ明朗会計ですよね。日本だとあんまりそういうのってこうなんていうんだろう、常識でしょとか普通はダメだよねとかね、そういう言い方してなんかルール化されてなかったりするから、人によって解釈違ったりするじゃないですか。だからやっぱりそういうところがね、このいろんな人種の方がやっぱり住んでるような国だとやっぱりルール化しないと、みんなが共通認識取りづらいですよね。日本人はねほぼ日本人しか住んでないからね、それでもやっていけるのかもしれないけど、だからそういうのがすごいいいなって思いました。あとはちょっと私が契約する時に心配していた今ガス代とかエネルギーコストが高騰してるっていう問題あるじゃないですか。そのロシアの経済制裁であれが天然ガスが止められちゃってるっていう、あれがですね、今私たちが見つけたお家は2023年の12月まで基本料金が変わらないっていうところでした。もうそこは大家さんが前もってその契約、ガス会社とエネルギー、ガス会社と電気会社と、契約をしてくれていて、その基本料金は来年の12月までは変わりませんっていうあれでやってくれたので、今結構高騰してると思うんですけど、私たちは来年の12月まではその影響を受けなさそうっていうのがあります。で、来年の12月になったら多分ですけど、今ねロシアからもうなんていうんですか、供給が受けられないから、別で東欧とかから探してるじゃないですか。でそっちからの配給が来年の12月には始まってるんじゃないかなと思うので、なんとかこの高騰化するところはクリアできたのかなとは思いますね。ちょっとまだわかんないですけどね、どれぐらい取られるかっていうのも。なんかドイツのお家って家賃の中にそのガス代とか電気とか水道かなが、含まれてるお家っていうのが結構あって、で基本料金だいたいこれぐらいっていうのが決まって、それでお金を親さんが徴収してるんですよね、家賃と代と含めて全部で。年末調整みたいな感じで、年末にそれ見込み金額よりも使いすぎてたら借り主多くも追加料金払ってもらうし、少なかったらお金を返すっていうやり方をしてるんですよ。これは結構フランスとかも、私が前フランスにいた時もこんな感じだったので、同じ感じかなとは思うんですけど、そうなんかそんな、年末調整みたいな感じのがあります。なんでそれ次第ですけど、分かんないけどそういうのがあります。はい。あとはそうですね、家探しとっても大変だったんですけど、やっぱ言語ができればドイツ語ができればもっと多分楽にできたのかなって思うんですよね。大家さんとドイツ語でコミュニケーションができないとちょっと難しいですって断られたところもあって、中にはね。なんでやっぱドイツ語ができるっていうその住んでるところの現地の言葉が喋れて、現地の人とコミュニケーションができる住みやすいですし、家探しもやりやすいのかなと思いますね。すいません、ちょっとダラダラと喋ってしまったんですが、ちょっと家探し、やっと家探しの戦いが終わったので
いえ、ちょっとね、喜びを共有させていただきました。すいません。どなたかの役に立てたらいいなと思います、この動画。もしね、これから日本から来る方とか、苦労する方いるかもしれない。なんかそういうのがね、少しでもね、不安をね、解消できたらいいなと思います。はい、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と、グッドボタン、よろしくお願いします。皆さん、お忙しいところ、見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。